今回は群雄割拠黄金の階級 UFC バンタム級ランキングトップ10を紹介します。10位ハワイル・アスンソンです。 MMA 戦績27勝8敗 UFC 戦績11勝5敗、ブラジル出身の38歳です。 UFC のバンタム級ができる前の軽量級世界一の団体 WEC で2009年から活躍し、 UFC バンタム級創設時から現在までトップ戦線で活躍し続けているバンタム級ランカー最年長の実力者です。ブラジリアン柔術黒帯、伝統派の小東館空手をバックボーンに持っております。2011年から2018年まで驚異の11勝1敗、元 UFC バンタム級王者 TJ ディラショーを相手に1勝1敗と常にバンタム級トップ5に居続けておりました。しかし地味なファイトスタイルから UFC から評価されず、タイトル挑戦のチャンスに恵まれませんでした。常にトップ戦線で戦い続けていたアスンソンですが、ここ3戦はバルロン・モラエス、コーリー・サンドヘーゲン、コーディ・ガーブラントとトップランカー相手に3連敗中、現在崖っぷちの状況です。9位ドミニク・クルーズです。 MMA 戦績23勝3敗 UFC 戦績6勝2敗、アメリカ合衆国出身の36歳です。元 UFC、WEC バンタム級王者です。 UFC 初代バンタム級王者であり WEC と UFC で2度タイトルを防衛しており、ユライア・フェイバー、デメトリアス・ジョンソン、 TJ ディラショーといった超強豪相手にも勝利を挙げております。スタンドでオーソドックスとサウスポーを頻繁にスイッチする独特のフットワークで攻撃を散らし、絶妙なタイミングでタックルに入りテイクダウンを奪う通称ドミネーターの名の通り完全に支配して勝利します。しかし怪我に泣かされ約3年の長期欠場が2度、1度目は膝の前十字靭帯を負傷し2度の手術をするも、2014年9月約3年ぶりの復帰戦でランキング5位の水垣武也選手相手に開始61秒の KO 勝ち。さらに以前負傷した膝とは違うもう一方の膝の前十字靭帯を負傷するも、2016年1月王者 TJ ディラショーとバンタム級タイトルマッチとして対戦し判定勝ちで王座奪還。アスリートにとってパフォーマンスを大きく落としてしまうと言われている膝の前十字靭帯の負傷を両膝で経験するも驚異的なカムバックを成し遂げております。2017年に腕の骨折、右肩靭帯の負傷を経験し約3年半欠場。2020年5月再起戦でバンタム級タイトルマッチとしてヘンリー・セフドと対戦するもキャリア初の KO 負け。2021年3月柔道全米王者に9度、レスリングフリースタイルとグレコローマン両方の州王者に何度も輝いている期待の新鋭ケイシー・ケニーと対戦し判定勝ちを収めております。2度目の長期欠場明けからはステップ、スピードなど全盛期と比べると衰えてしまっている部分はあるものの、現在の多くの MMA ファイターに影響を与えたドミニク・クルーズにもう一度トップ戦線まで上り詰めてほしいです。8位ペドロ・ムニョスです。 MMA 戦績18勝5敗 UFC 戦績8勝5敗、ブラジル出身の34歳です。堀口恭司選手と同階級同門のアメリカントップチーム所属です。空手、柔術をバックボーンに持ち18勝のうち8つのサブミッション勝ち、5つの KO、TKO 勝ちとフィニッシュ力のあるオールラウンダーです。ギロチンチョークが必殺技でギロチンで3度のパフォーマンスオブザナイトを獲得しております。元王者 TJ ディラショー以外には無敗だった当時ランキング2位元王者コーディ・ガープラントにパンチで大番狂わせの1ラウンド KO 勝ち。下位ランカーから一気にタイトル戦線に上がりましたが、その後当時ランキング3位アルジャメイ・スターリング、バンタム級転向初戦のフランク・エドガー相手に連敗。前戦の2021年2月当時ランキング9位のジミー・リベラと対戦しアメリカントップチームのお家芸ハーフキックで1ラウンドからジミー・リベラの足を破壊し判定勝ちを収めております。7位フランク・エドガーです。 MMA 戦績24勝9敗1分け UFC 戦績18勝9敗1分け、アメリカ合衆国出身の39歳です。もともとバンタム級が適正ではないかと言われていた元 USC ライト級王者フランク・エドガーがフェザー級を経て現在バンタム級を主戦場に戦っております。ライト級時代は小さい体ながら無尽蔵のスタミナとフットワークを生かし抜群のタイミングでテイクダウンを奪い、唾液で劣勢になっても決して諦めない精神力の強さとリカバリーの速さで名勝負を繰り広げておりました。2010年当時ライト級世界最強の BJ ペンから王座を奪い USC ライト級王座を3度防衛。フェザー級転向後は3度タイトルに挑戦するもフェザー級タイトル獲得には失敗。2020年にバンタム級に転向すると初戦で当時ランキング5位ペドロ・ムニョスに判定勝ち。しかし前戦ではランキング2位コーリー・サンドヘーゲン相手に右飛び膝蹴りで開始28秒の KO 負けを喫しております。試合後インスタグラムでコメントを発表しております。コーリー戦はできる限り万全に仕上げた。
このゲームでは残酷な結果になることは珍しくないし、土曜の夜もまさにそんな感じだったが、以前もあったことなのでパニックにはなっていない。ファイターになるために必要な愛とサポートを絶えず与えてくれる家族、チーム、そして友人たちに感謝している。いつも一緒に乗ってくれるファンのみんなにも感謝している。また次の機会に会おうと前向きなコメントを発表しております。ライト級、フェザー級時代、そして現在のバンタム級、全てトップ中のトップにしか負けてない39歳のフランク・エドガー。キャリア最後の挑戦、バンタム級で再浮上を期待しております。6位、マルロン・モラエスです。MMA 戦績23勝8敗1分け、UFC 戦績5勝4敗、ブラジル出身の32歳です。7歳からムエタイ、15歳から柔術を始め、ムエタイ、柔術ともに黒帯を持つオールラウンダーです。UFC 参戦前はかつて K1 で活躍したレイ・セフォーが社長の団体 WSOF を主戦場としており、 WSOF 史上最多勝、5度王座防衛の最多タイトル防衛記録を持っており、防衛戦では強力な打撃を武器に4試合連続フィニッシュ勝利を挙げておりました。鳴り物入りで UFC と契約すると、初戦でいきなりランキング3位のハワエル・アスンソンと対戦するも2対1の判定負け。しかしその後、当時ランキング8位ジョン・ドッドソンに判定勝ち。当時ランキング8位のアルジャメイ・スターリングに1ラウンド1分7秒左膝蹴りで失神 KO 勝ち。当時ランキング4位のジミー・リベラに1ラウンド33秒左ハイキックからのパウンドで KO 勝ち。ランキング3位のハワエル・アスンソンと再戦し、ギロチンチョークで1ラウンド1本勝ちとバンタム級の強豪相手に4連勝を挙げました。そして1階級下のフライ級絶対王者ヘンリー・セフードとのバンタム級王座決定戦が組まれるも3ラウンド KO 負けで王座獲得に失敗。次戦は元フェザー級王者のレジェンドジョゼ・アルドに僅差の判定勝ちを挙げ、ランキング1位を長らくキープし続けるも、ホーリー・サンド・ヘーゲン、ロブ・フォント相手に連続 KO 負けで2連敗中。現在タイトル戦線から大きく後退してしまっております。マルロン・モラエスも同じく堀口恭司選手と同階級同門のアメリカントップチーム所属です。アメリカントップチームのインスタライブでは、先日帰国した堀口選手がマルロン・モラエスとレスリングの打ち込みをしておりました。5位、ジョゼ・アルドです。 MMA 戦績29勝7敗、 UFC 戦績11勝6敗、ブラジル出身の34歳です。UFC 軽量級創設前のフェザー級世界一の団体 WEC 時代、 UFC フェザー級創設から長年フェザー級を牛耳ってきたフェザー級のレジェンドが現在バンタム級を主戦場に戦っております。かつて UFC フェザー級トップ選手を次々と一掃し、 UFC と WEC のフェザー級王座を合わせて9度防衛しており、パウンド・フォー・パウンド最強の有力候補にも挙げられている絶対王者でした。しかしコナー・マクレガーに王座を奪われてから10年間無敗だったアルドの戦績は4勝6敗。一度は引退も口にしておりましたが、2019年にバンタム級に転向しております。バンタム級初戦で当時ランキング1位マルロン・モラエスと対戦し、接戦の末2対1の判定負けを喫するも、試合内容でアルドが勝っていたという声も多く、次戦でピョートル・ヤンとのバンタム級王座決定戦に抜擢。ボディやローで前半は優勢に進めるも、ヤンにテイクダウンからのパウンドで削られて5ラウンド KO 負け。前戦では UFC の超新星ショーン・オマリーに KO 勝ちしたマルロン・ベラに判定勝ちを収めております。フェザー級全盛期時代に比べるとパフォーマンスは落ちてしまっておりますが、まだまだトップ戦線に君臨しております。4位、コーディ・カープラントです。 MMA 戦績12勝3敗、 UFC 戦績7勝3敗、アメリカ合衆国出身の29歳です。元 UFC バンタム級王者、 MMA キャリア12勝中 10KO 中と華のある試合を見せる人気ファイターです。アマチュアボクシング、レスリングをバックボーンに持ち、素早いハンドスピードと軽量級とは思えないノックアウトパワーを持つハードパンチャーです。 MMA デビュー後 KO を量産し続け、 MMA10 戦全勝、 UFC5 連勝を挙げると、当時絶対王者ドミニク・クルーズの持つ UFC バンタム級タイトルマッチにたどり着きました。絶対王者ドミニク・クルーズからダウンを奪う場面を見せ、判定勝ちを収め、25歳という若さで UFC バンタム級王者に輝きました。当時 UFC に新たなスターが誕生、そしてガープラントのバンタム級長期政権が続くのではと思われておりました。しかし初防衛戦では元同門で罵り合っていた TJ ディラショーを相手に KO 負けで王座陥落。さらに次戦の TJ ディラショーとのダイレクトリマッチでも KO 負けで完敗。さらには再起戦のペドロムニョス戦で大振りのパンチを振り回し、もらって効いた状態でムキになって打ち合い KO 負けで3連敗を喫してしまいました。ガープラントは当時の心境を UFC コメンテータージョー・ローガンのポッドキャストで振り返っております。
メンタル的にチャンピオンとして最高の状態ではなかった時に TJ が私を捕まえてベルトを持っていった気がするよ。もし自分がタイトルを防衛していたらと思うと、おそらく今のようなやる気やハングリーさはなかっただろう。それがキャリアの今後5年間、もしくはこれから戦っていく上で私の助けになるだろうね。当時は夢中になっていなかったし、ただ流れに身を任せているような感じだった。そこから成長したんだよ。当時は24、5歳で、今は29歳だ。見方が変わったんだ、と話しております。そして2020年6月、約1年3ヶ月ぶりの復帰戦で、ランキング5位、ハファエル・アスンソンと対戦し、右フックで豪快な失神 KO 勝ち。約3年半ぶりの勝利で、コーディ・ガープラントの復活を見せてくれました。そして2020年11月、UFC255 にて階級を落とし、フライ級王者デイブソン・フィゲーレードとの UFC フライ級タイトルマッチが決定するも、上腕二頭筋断裂で欠場。次戦は再度、バンタム級で試合を行います。挫折を経験してより成長した花のある元 UFC バンタム級王者コーディ・ガープラント、もう一度タイトル戦線に絡んでほしいところです。3位、ロブ・ホントです。MMA 戦績18勝4敗、UFC 戦績8勝3敗、アメリカ合衆国出身の33歳です。18勝中 8KO、TKO、4つの一本勝ちを挙げているフィニッシャーです。ハードパンチャーのストライカーであり、ギロチンチョークも必殺技として持っております。2014年に UFC と契約後、ジョン・リネカー、ペドロ・ムニョス、ハファエル・アスンソンといった上位ランカー相手となると敗北を喫してしまい、これまでチャンスを逃してきておりました。しかし2018年12月、階級を上げてきた当時フライ級2位のセルジオ・ペティスに判定勝ち。2020年12月、当時ランキング3位、マルロン・モラエスと対戦すると、右アッパーでダウンを奪い、パウンドで1ラウンド TKO 勝ち。ようやく大きなチャンスをつかみ、ランキングを3位まで上げております。群雄割拠のバンタム級で急浮上してきたロブ・フォントがどこまで食い込めるか楽しみです。2位、コーリー・サンドヘーゲンです。MMA 戦績14勝2敗、UFC 戦績7勝1敗、アメリカ合衆国出身の28歳です。非常に華のある試合をするバンタム級屈指のストライカーです。キックボクシングをバックボーンに持ち、長い手足から多彩なコンビネーションを武器に顔、ボディ、足と散らす強烈な打撃を持っております。また柔術茶帯でトップからも下からの展開もグラップリングの強さを持っております。キックボクシング団体 WKA 世界王座を獲得後 MMA に転向、 LFA などローカル団体で勝ち星を重ね UFC と契約しております。 UFC 契約後圧倒的な内容で5連勝を挙げ、事実上次期タイトル挑戦者決定戦として当時ランキング2位のアルジャメイ・スターリングと対戦するも、試合開始早々にバックからチョークを決められての一本負け。しかし再起戦では当時ランキング1位のマルロン・モラエスにスピニングバックキックでダウンを奪っての KO 勝ち。前戦の2021年2月6日、バンタム級ランキング4位の元 USC ライト級王者フランク・エドガーと対戦し、右飛び膝蹴りで開始28秒の衝撃 KO 勝ち。現在限りなく王者に近い存在です。サンドヘーゲンはスターリングの敗戦から完全な別物に変わったんだ。スターリングが私に教えてくれたことに感謝している。 MMA を上達すればするほど自分がいかに優れていないかを実感するようになる。私は常に学びたい気持ちを持っている。自分が 100% だとは思っていない。このスポーツにはまだ学ぶべきことがたくさんあるんだ。終わりはないだろうね、と話しております。また MMA プラネットのインタビューでサンドヘーゲンのガールフレンドは日本人だと明かしております。お父さんが日本からやってきた人なんだ。僕も日本を訪れたいと思っている。そしていつの日かアメリカのファンとは違い、何が試合中に起こっているのか理解し、すごくファイターを尊敬してくれると聞いている。日本のファンの前で戦いたいと思っている。キャリアが終わる前に絶対に日本で戦いたいと思っている、と話しております。驚愕の強さから一気にトップ戦線に上がってきたサンドヘーゲン、要注目です。1位、ピョートル・ヤンです。MMA 戦績15勝2敗、UFC 戦績7勝1敗、ロシア出身の28歳です。ロシアの最強団体、元 ACB バンタム級王者です。多彩なボクシングテクニックと強烈なパンチ力を軸に、首相撲から膝、肘などのムエタイ技術、レスリング技術も非常に高く、トップを取ると強烈なパウンドを振り落とします。ACB 時代から圧倒的な強さで UFC に参戦し、UFC8 戦全てにおいて穴を見せておりません。ピョートル・ヤンは強い割に知名度がなかったため避けられ続けており、対戦相手が見つからないことも多かったそうです。2020年7月、当時6位のジョゼアルドを TKO で破り UFC バンタム級王者に輝いております。2021年3月、UFC バンタム級王座初防衛戦として1位アルジャメイ・スターリングと対戦しました。
1、2ラウンド手数でスターリングが上回るも徐々にペースをつかみ圧倒しだしたピョートル・ヤンは4ラウンドにグラウンド状態のスターリングに反則の膝蹴りを放ってしまい、スターリングは戦闘不能に反則負けで王座から陥落してしまいました。明らかに故意の膝蹴りのため反則決着は妥当ですが、もったいなさすぎる USC 初黒星を喫してしまいました。しかし反則で王座を失ったとはいえ、ヤンの強さが浮き彫りになった試合でもありました。試合後ピョートル・ヤンは反則の攻撃をするつもりはなかった、反則だと気づかなかったんだ、しばらくの間自分は全て正しいことをしてたと思っていたぐらいだから、彼もこのような形でベルトを獲得したくないと思っているんじゃないかな、そして彼が健康であればすぐに再戦できることを願っているよと話しました。王者アルジャメイ・スターリングです。 MMA 戦績20勝3敗、 USC 戦績12勝3敗、アメリカ合衆国出身の31歳です。レスリングにて NCAA ディビジョン3でオールアメリカに2度選抜された強豪レスラーであり、柔術黒帯で決めの強さ、打撃も強いオールラウンダーです。またライジンで活躍中の佐々木ウルカ選手、井上直樹選手と同門のセラロンゴファイトチーム所属で、ライジン17では佐々木選手のセコンドで来日しております。レスリング時代のチームメイトジョン・ジョーンズの影響で MMA を始めたそうです。2014年から UFC で活躍しており、2015年には当時ランキング6位水垣武也選手に下からの肩固めで勝利しております。前戦では UFC5 連勝中、驚愕の強さを見せつけていたホーリー・サンドヘーゲンと対戦し、1ラウンド1分28秒リアネイキッドチョークで相手に何もさせず秒殺一本勝ち。 USC 参戦から7年目、ようやく2021年3月 USC バンタム級タイトルマッチにたどり着きました。結果は4ラウンドヤンにグラウンド状態での膝蹴りをもらい反則勝ちにて、スターリングは USC バンタム級新王者に輝いております。新王者に輝いたものの手数で勝るもヤンにダウンを奪われ、強豪レスラーのスターリングが逆にヤンにテイクダウンを奪われるなど、ヤンに試合のペースを握られ続けておりました。試合後スターリングは、ここまでやってきたこと全てがこんな結果のためじゃなかった、本当にひどい、今は心が潰れそうだ、試合はペースが速くてかなりの攻防戦だった、みんなありがとう、そしてごめんなさい、もう一度できることを願っている、もう一度やりたいと話しました。試合後デイナ・ホワイトは、最悪な終わり方だった、でもいい試合だった、できるだけ早く再戦を組みたい、アルジャメインは病院に行ったがクリアだった、両者ともに再戦を望んでいるので我々は組まないといけない、不満はたくさんあると思う、いい試合だったがヤンがやってしまった、優勢になり始めていたし圧倒し始めていた、ヤンは勝っていた、アルジャメイン・スターリングは壊れ始めていた、なぜあそこで膝蹴りを入れたのか理解できなかったと話しております。また2度 UFC バンタム級王座に輝いた男 TJ ディラショーがドーピング違反で2年間の出場停止処分が明け、2021年復帰します。ディラショーは2階級制覇を目指し、当時フライ級王者ヘンリー・セフードとのフライ級タイトルマッチを行った際、減量が想像していたよりもはるかに厳しく貧血状態になったそうで、体重も落としやすくもなり、貧血治療薬でもある EPO を摂取したそうです。ディラショーの取った EPO は筋肉への酸素供給量を高め、持久力を向上させる効果があるため、重いドーピング違反として2年間の出場停止処分が下されておりました。ディラショーはインタビューで、復帰に関して誰もが理解に苦しむだろうが、俺はベルトを取りに行く準備ができている、俺は王座を失ってこのスポーツを離れてないと思っている、トップ5の誰かと戦えるなら最高だよ、俺に対戦を呼びかけてきた選手に対しては UFC に全員イエスだと答えてきたし、早く復帰したい気持ちを示しているだけなんだ、俺は35歳、人生はいろいろなことが起こる、自分が史上最高のバンタム級であることを証明したいと話しております。TJ ディラショーの復帰戦として5月9日 USC ファイトナイト TJ ディラショー対2位コーリー・サンドヘーゲンの対戦が決定しております。お互いタイプの違うストライカー対決、強すぎるコーリー・サンドヘーゲンに対し元王者 TJ ディラショーがどのようなパフォーマンスを見せてくれるか楽しみです。ちなみに TJ ディラショーも Twitter でピョートル・ヤンとスターリングに対し、アカデミー賞の主演男優賞はフェイクマスターが受賞したし、ピョートル・ヤンは元王者としてこのスポーツのルールを学ぶ必要がある、おいピョートル、お前もインチキ野郎だとツイートしたのですが、スターリングはお前は UFC でのキャリアを通じてずっとインチキ野郎のくせに人のことを主演男優賞とか言える立場か、注射を打って試合をすると決めた時点でお前はもう男じゃない、コーリー・サンドヘーゲンにボコられることを願うよとツイートし、ディラショーは返り討ちにあっておりました。その他ランカー同士の試合として5月23日 USC ファイトナイト3位ロブ・フォント対4位コーディ・カープラントの対戦が決定しております。群雄割拠のバンタム級、今後どのような展開になっていくか非常に楽しみです。
以上です。今回は群雄割拠黄金の階級バンタム級ランキングを紹介しました。今後各階級のランキングも紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。